空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は3月1日日曜日でございます。はい、いよいよ3月に入りましたね。早いもんでございますね。ほんとね、もうね、まだ1月だと思ってたものが、もう3月でございますよ。はい、もう春はすぐそこという形でね。はい、3月1日、日曜日でございます。はい、今日も晴天で、何やらね暖かくなりそうな、予報でございますが、実はねこちらよいしょ、昨日ね、取ってきた、クヌギの木。はい、クヌギの木ってね重いんですよ。スチールのチェーンソーをね買いまして、切ったんですけど、クヌギの木っていうのはねやっぱ硬いらしいんですよね、木の中でも。で林業でやってる人の杉の木とかヒノキとかは、柔らかいらしいんですよ。はい、ですので、チェーンソーをね選ぶ時もね皆さんね、やはり安いのを買っちゃうと硬い木を切りづらいということらしいので、はい、いろいろね、昨日川口金物店さんに行ってですね、教えていただきました。はい、ということで、買ったね、スチールの MS261C、プロモデルね最高に切れ味いいんですよ。はい、でやはり目立てをちゃんとしていかないとすぐ切れなくなるということなので、専用のねヤスリも買わせていただきました。はい、ということで、今日はねこのクヌギの木を使って、しいたけ菌とヒラタケ菌を、打ち込んでいきたいと思います。ということでよろしくお願いします。ニンテイ。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それじゃあね、昨日切ってきたクヌギの木、こちらね、しいたけ菌、こんな感じでね、8.5 ミリの切りで2、3センチ、入れてくださいということでやっていきたいと思います。はい、中身がこんな感じ。はい、でねこちらの木、まだね、一部昨日切った分はこちらで、あとまだ細いやつがいっぱいあるんで、まずちょっと試しにね穴開けてやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはね開けていきます。はい、こんな感じなんですね。こんな感じなんですね。これを打っていくのかということはやっぱり8ミリぐらいで開けてやった方がいいのか、ちょっと9ミリでやった方がいいのか、ちょっと試します。 8.5 ミリってないんですよね、切りがね。何硬いんだねこれね。9ミリの方がいいかな。よいしょ。どういうこと。
9ミリの方がいいかな。じゃあね、これでね、9ミリの方がいいですかね。はい、こんな感じで。これ8ミリだと、まあ8ミリでもいいのかな。まあでも9ミリの方がいいかな。よいしょ。こんな感じなんですかね。じゃあやっていきます。ということでね、やっとですね、しいたけ作りね食菌っていうんですかね、これね、しいたけの、菌をね、穴を開けて打ち込んでいくわけでございますが、実はねこれね、私ね小学校か中学校ぐらい以来やってみたいな、しいたけ栽培してみたいなってね、ずーっと思っていたことなんですよ、実は。はい。でまさかね、東京では、できるはずもなくですね、はい、こっち来てからね、いつかやりたいなと思ってたんですけど、いつものね、鹿の子さんがですね、クヌギの木切っていいよっていうことでね、はい、こんな感じで、とりあえずね1列埋め込みました。これ1000個入りなんですけど、なんかあっという間になくなっちゃいそうな気がしますね。はい。で細い木と太い木で成長がどう違うのかをちょっと試してみたいと思います。ということで、その流れからですね、いよいよね、林業にも匹敵するような、将来に、ね、なりそうなチェーンソーを買いですね、はい、そして木を切り、やっとですねしいたけ栽培をすることができました。このチェーンソーもね、実は初めてではなくて、その前に今年の夏ですね、スズメバチに私刺されたんですけど、その現場でね、松の木をね、結構太い松の木を切ってくれっていうことで、その時初めて、チェーンソーをね使って木を切ったわけでございますが、なんかですね、林業への道、の、経験をね、着実にね、歩まさせていただいて、自分の意思ではないけども自分の願望なのかもしれないし、何かの、流れなのかもしれませんけれども、いずれにしろですね、そういう方向へ進んで、いっておると、そういうことでございます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今ね、以前トタン屋根のね張り替えしたおばちゃんなんですが、はい、とりあえずね内金だけ入れていただきに、おばちゃんの代理人のスクーターのおばちゃんが払いに来てくれまして、でちょっとテレビが壊れたんで、テレビないかっていうことで、リサイクルショップにあったんで、はい、それをお届けに今行ってまいりました。はい、ということで、それはねお金払ってくれたんでね、はい、よかったと。であとトタン張り替え工事の残金がまた、4月の15日以降ということでございますんで、はい、しゃあないということで、今日はね、以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで、ドローンいたします。ドローン、はい、ということで、あれまだリサイクルショップだ。あれドローンしたつもりなんですけど、結局このね、はい、しいたけ原木のね、駒打ちが終わってませんのでね、は
今日は午後からもこちらをやって、きちんと終わらせていきたいと思います。ということで、引き続きね、ちょっと原木食い打ちやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲッツということでね、皆さんもね、強く思えば必ず実現いたします。はい、ですのでね、決して諦めずにですね、1年や2年のスパンではなく、10年20年のスパンで長い目でね考えるとですね、突然その流れが起きまして、突然ですね、なんか全く、なんですかね、大きな壁もなく、スーッと自分の願いが叶っていくと、そういう流れになりますんでね、ぜひ皆さん、私がね、断言しますんでね、必ず、夢は実現します。ですから諦めずに皆さんもね、願ってみてください。引き寄せてみてください。はい。ポイントとしてはね、いやー、強く思わないと飽きまへんなということでございます。鼻歌をね歌いながらね、もう次々と、ドリルでね穴を開けていってますが、冷静に考えるとですね、1000個の杭を打つわけでございますんで、1000回穴を開けなきゃいけないとそういう形でございますんでね、いや意外とこれ大変でございます。はい。地道な作業ということでございますが、地道にね、こういうのね、嫌いじゃないので作業ね。おっと、また誰か来たみたいですね。はい。スクーターに乗ったおばちゃんが現れました。はい。ということでね、今日はですね、やたらと人が来て、しかもね、高いものまで売れまして、いや本当、かなり今日は売り上げ上がりました。本当にね、ありがたい限りでございます。だんだんね、リサイクルショップ認知していただくようになりまして、はい、おかげさまで、はいトントントン、はいトン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 、はいトントントン、はいトントントン、トントントン、トントントン、商売ね繁盛と、いやー本当にありがたい限りでございます。皆さんね、これ杭を打ち終わりましたんで、どうやらね水に浸した方がいいらしいんですよ、木をね。ですがちょっとあまりにも大きいので、水道水をぶっかけて、そしてねちょっと湿らして、もっとまた誰か来たようですね。はい。なんかねこうやって外で作業してると、外野がいろいろガヤガヤですね、外野が来ましてですね、はい、どうした方がいい、した方がいいとかね、何やってんだみたいな感じでね声かけていただきました。はい、それじゃあね、今度は平竹っつうのね、椎茸とは別にこれをねちょっと穴開けて打っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。疲れた。運ぶのがね結構大変なんですよ。はい。とりあえずね、金を打ち込みました。はい、ということで、大きい美味しい椎茸がねできるのを楽しみにしていたいと思います。ということで本日もありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツ。